皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢、地上波で取り上げてくれない様々なニュースについて、このチャンネルでは取り上げています。ぜひとも情報の更新にお役立てください。今回取り上げる主なニュースなのですが、まずは前回お伝えしたウクライナ軍によるノボロシスクに対する攻撃の続報が入っているので、そこから今回の動画を始めていこうと思います。まずは前回のおさらい。ロシア本国ノボロシスクは黒海に面したロシアの黒海艦隊の寄港地であったり、もしくは石油の積み出しの機能を持つ場所です。今回ウクライナ軍はドローンとロングネプチューンミサイルによる攻撃を実施しました。新しく入ってきた映像がこちら。ロシア軍の迎撃戦闘の激しさを物語るものとなっています。ちょっとこの後、私の喋るのをやめて、戦闘音の激しさといったものを体感してみてください。Bir saattir sürüyor. Rafinereyi vurdular. Gemiyi vurdular. Rafinereyi bir daha vurdular. Ha drone burada. Oh! 今回の攻撃で大爆発もしくは火災が発生した箇所というのは石油のターミナル、ロシア軍の防空陣地、そしてロシア軍兵舎のこの3つになります。そのうち石油ターミナルでも大きな火災が発生していることから黒海に面した石油ターミナルは機能を停止したようです。これに伴って同じく石油の積み出し港であるトゥアプセの機能停止と合わせてロシアは黒海からの石油輸出が一旦完全に止まることとなります。ロシアは他の地域において海と面していますから決して石油輸出全般が止まるわけではありません。しかし場所によってはどうしても遠回りになりますから黒海からの積み出しができないことは経済的な打撃に直結します。続いて今日入ってきた新しいニュースはこちら。ウクライナのドローンがロスネプチ最大の石油精製所1ヶ月で2度目の攻撃。ウクライナは数十機のドローンでリャザン州を攻撃した。国防省は同州で25機のドローンが迎撃されたと報告した。リャザン州の知事によると、撃墜されたドローンの残骸が事業所の敷地内に落下し、火災が発生したという目撃証言やウクライナのテレビ局やアストラ通信によるとモスクワ地域に燃料を供給しているリャザン製油所が攻撃を受けた。攻撃を受けたリャザン製油所は操業を停止する予定だとのことです。リャザン製油所はロスネフチ最大の製油所で2024年には1310万トンの原油を処理しロシア全体の製油能力の 5% を占める。同製油所は10月下旬にも攻撃を受けその後能力の4分の1を停止していた。ただ今回の攻撃の被害の規模については不明です。現地の州知事が発表していますが敷地内にドローンが到達したことは間違いないようで、遠方からの写真を見ても空がかなり赤くなっています。ただ、前回の攻撃時における住民の撮影した写真がこちら。この時の方が明らかに施設が大火災が発生していることがわかるものとなっています。今回もこのような規模かどうかはちょっと続報を待ってみなければなりません。ただ、非常に広大な施設ですから、方々に攻撃を繰り返して施設の損壊を進める必要があります。続いて、ウクライナ軍による新たな攻撃作戦が発表されました。ウクライナはロシアの象徴的なシベリア鉄道を攻撃したと発表。北朝鮮の弾薬供給を狙う。ウクライナはシベリア横断鉄道の貨物輸送を攻撃し、北朝鮮からの武器輸送を含むロシアの軍事供給網を遮断したと発表した。ウクライナの情報総局は、ロシア東部アバロフスク地方で起きた大規模爆発は、ウクライナが関与していると発表した。爆発により、ロシアの主要物流ルートの一つにある鉄道が損壊した。今回の攻撃により、ロシアは北朝鮮から武器や弾薬を供給するために使用している鉄道路線における軍事貨物の移動が遮断されたとしている。ロイター通信は、北朝鮮が2万個以上の軍需品コンテナを供給しており、その多くがウクライナの民間施設への攻撃に使用されていると報じている。
モスクワからウラジオストクまで 9000km 以上に及ぶ世界的に有名なシベリア鉄道はロシアにとって重要な物流ルートであり、東部からの軍事物資をウクライナの最前線に届けることを可能にしている。このシベリア鉄道に対する攻撃について発表された動画がこちら。東西に非常に長いこのシベリア鉄道、全区間を守ることは当然のように不可能に近いものです。ただし、ロシア国内に工作員を送り、こうした破壊活動を実際に行えるかどうかといった問題があります。ロシアに爆発物を持ち込んだような活動は、非常に困難を伴うものだったでしょう。今回の攻撃は鉄道を損壊させるものではありますが、完全に鉄道橋のような何ヶ月にもわたってルートを遮断するようなものではありません。今後も継続的にこうした鉄道の破壊が行えるのかどうかが、物流網を本格的に遮断できるかどうかにかかっています。なお、北朝鮮の動向についてもニュースが入っています。北朝鮮はロシアへの砲弾の供給を減らし、旧式化した砲弾を移送している。ウクライナの情報機関によれば、北朝鮮は今年、ロシアへの砲弾供給を半分以下に減らし、備蓄を使い果たしたため、旧式の砲弾を移送しているという。北朝鮮からロシアに対しては大量の砲弾が供給され、最大で650万発から700万発の砲弾が北朝鮮からロシアに渡ったとされています。そのためウクライナ当局は一時期ロシア軍の使用している砲弾の北朝鮮製の割合が7割に達した時期もあるとしています。ただし、これには北朝鮮がもともと大量に砲弾を備蓄しており、ロシアが高値で購入してくれるといったことから、一気に送り込んだといった事情があります。北朝鮮は現在でも生産を急いでいると言われていますが、生産能力そのものはそれほどない可能性があります。そのため備蓄分を大きく吐き出したことにより、北朝鮮からロシアに渡る砲弾数が急激に減少しているものとみられます。しかし北朝鮮がロシアにとっての武器供給国家として機能していることから、この物流ルートをいかにして遮断するかがウクライナにとっては重要なわけです。鉄道を使ってどんどんと送り込むといったことは非常に効率的な輸送であるが、ためにこの鉄道網をズタズタにすることができれば、物流コストはかなり増大させることができます。続いて、ロシア軍によるウクライナに対するミサイル攻撃について関連のニュースを見ておきましょう。ロシア軍のキーウ攻撃で6人死亡、アゼルバイジャン大使館にも弾道ミサイル着弾。ウクライナ空軍は首都キーウや東部ハルキウ、南部オデーサなどウクライナ各地でロシア軍のミサイル19発、無人機430機による攻撃があったと発表した。ウクライナ国営通信によると、首都キーウで少なくとも6人が死亡し、36人が負傷した。このニュースの後なのですが、死亡者は7人まで増加していました。この攻撃に関連して、旧ソ連構成国アゼルバイジャンの外務省は、首都キーウにあるアゼルバイジャン大使館の敷地内にロシア軍の弾道ミサイルイスカンデルが着弾、建物や塀の一部が損傷したと発表した。アゼルバイジャン外務省はロシアの駐アゼルバイジャン大使を呼び出し強く抗議した。この攻撃にはロシア軍が意図してアゼルバイジャン大使館を狙った可能性が指摘されています。もちろんロシア軍のミサイルがポンコツで実際には全く違う場所を狙ったという可能性もあるのですが、そうではなく最初からここを目指していた可能性といったものも十分あり得る話です。というのも、アゼルバイジャンの旅客機をロシア軍が誤って撃墜したといった話があります。この問題に対して当初ロシアは撃墜を認めませんでした。そのためアゼルバイジャン側から強い抗議を受けていました。2025年7月20日の産経新聞の記事、撃墜認めよ。アゼルバイジャンがロシアを国際提訴へ。旅客機墜落で関係悪化進む。旧ソ連構成国ということもあり、アゼルバイジャンとロシアとの関係は非常に濃密なものだったというのが従来の関係でした。ところが、アゼルバイジャン旅客機をロシア軍が誤って撃墜したことから事態は一気に悪化しました。しかもロシアは当初この撃墜自体を認めないといったかなり堅くな態度だったということもあり、アゼルバイジャン側をさらに怒らせることとなりました。この問題については一応プーチン大統領がどうしようもなくなって頭を下げています。ロイター通信、プーチン氏、アゼルバイジャン大統領と会談、旅客機墜落の責任認め謝罪。これが2025年10月10日の記事です。ロシアのプーチン大統領はアゼルバイジャンのアリエフ大統領とタジキスタンで会談し、昨年12月に起きたアゼルバイジャン航空機の墜落について、ロシア軍が発射したミサイルが
同期近くで爆発したことが墜落につながったことを認めた。プーチン大統領はウクライナのドローンがロシア領空に侵入した後、ロシアのミサイル2発が航空機近くで爆発したと説明。アリエフ大統領に改めて謝罪の言葉を述べ、被害者への補償を約束した。プーチン大統領が同事故の責任を最も素直に認める形となった。昨年12月、アゼルバイジャンからロシア南部チェチェン共和国に向かっていたアゼルバイジャン航空のエンブラエル190型機がカザフスタン西部のアクタウ近郊に墜落、少なくとも38人が死亡している。現在ロシアはウクライナに対する軍事侵略を行うことによって国家財産の多くを投入し、またウクライナにあまりにも注力しているがために、その他の場所に対する影響力をどんどんと縮小させている段階です。だからこそアゼルバイジャンに対しても強く出続けるといったことが難しくなったこともあり、プーチン大統領としても謝罪せざるを得なかったのでしょう。ただし、それが独裁者であるプーチン大統領の心の中で不愉快な感情として残り続けていた可能性があります。ロシア軍が民間人を誤って殺害しているにもかかわらずです。こうしたこともあって、ウクライナにあるアゼルバイジャン大使館をわざわざ狙ったかもなという話が出てくるわけです。実際のところ真相は不明なわけですが、そのぐらい因縁のある関係だとも言えます。続いて、ロシアがどこから兵士を調達するか関連ニュースが入っています。アフリカ36カ国から1436人、ウクライナ侵略でロシア側の戦闘員に、背景には高い失業率。ケニア外務省はロシアのウクライナ侵略にケニア国民200人以上がロシア側の戦闘員として参戦していると発表した。ウクライナもアフリカ36カ国から少なくとも1436人が参戦しているとの分析を示しており、多くが報酬の金銭目的でロシアの誘いに応じているとみられる。ケニア外務省によると、ロシアに渡った親族の消息を尋ねる問い合わせが多数寄せられ、政府が調査していた。在ロシア・ケニア大使館には負傷者や身動きが取れなくなった国民の情報も伝えられている。ロイター通信によると、参戦者の一部は旅費やビザ代、宿泊代など約280万円を約束されて渡航したという。ウクライナ侵略については、アフリカは中立の立場を取る国が多い。ただ、失業率の高い国は多く、ケニアでは若年層に限れば3人に2人が失業しているとされる。ロシア側はこうした高失業率の国の若者を狙い、戦闘員に仕立て上げていると見られている。ロイター通信によると、ネパールやスリランカの若者もロシアに勧誘されて参戦している。今回の変化のポイントとしては、やはりシベリア鉄道に対する攻撃を行ったことでしょう。ただし、その攻撃といったものが、ロシア国内に潜入した破壊工作員によるものだと見られており、これに現地の協力者といったものも当然いるでしょう。ウクライナ側は自分たちの国の人間ではなく、ロシア国内にもロシア人による協力している組織があるとしています。この組織がどのくらいの規模かについては分かってはいませんが、ロシア国内における協力者の人たちは表立って戦争反対を訴えると、あっという間に警察に捕まって刑務所送りになってしまうということもあって、静かにウクライナに協力しているのだそうです。今後こういった人たちがシベリア鉄道に対する破壊活動に加わるかどうかは分かりません。しかし、加わった方が目的を叶えることができるでしょう。とにかく国土の東西を非常に長く横断している鉄道ですから、全ての箇所を守りきることはできません。たとえ爆発物のようなものがなかったとしても、重量物を線路に置くだけでも十分運行を邪魔することができるわけで、今後この活動がどこまで継続的に行われるかにちょっと注目しておきましょう。なお最後に取り上げた話ですが、ロシアは世界各国からの兵士調達を進めています。どうしても貧しい国といったものはありますし、別に貧しい国じゃなかったとしても貧しい状況にある人たちといったものもいます。それらの人たちに大金を約束してロシアに連れてくるといった手法は世界各国で行われています。しかし一方において、それらの人たちが一発でも多く銃弾を使わせるであるとか、一回でもドローンを消耗させるためであるとか、かなりひどい使い捨て要因として突撃させられており、しかもそのような形で死亡した場合において脱走兵扱いされて、結局のところ高い報酬は約束だけで、遺族にも何ら連絡のないまま支払いが全然されないといったことも多発しているようです。
ロシアの人の命を何とも思わないといったような行動が実によく現れているエピソードだと思います。というわけで今回の動画はここまで。情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方は、動画を見終わった後の評価ボタンのクリック、そして他の人へのこのチャンネルのおすすめもぜひともよろしくお願いします。また、このチャンネルの活動を継続させるためにも、ちょっと視聴数が少ない状態が続いているので、スーパーチャットで応援してくれる人がいると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。